いぶき、原稿チェック終わったよ。ありがとう。広報の仕事までやってもらって悪いわね。まあ初期の仕事はそう多くないから、これくらい余裕。ノアはどんな仕事も早いから尊敬するわ。いぶきさん、これ今週の会議に提出する部活動の予算案です。ありがとう、助かる。やっぱり全体的に運動部の予算が少ないわね。仕方ないんじゃない？もともと洋場は文化系に力入れてる学校だし。でも最近は陸上部や他の運動部も大きな大会でいい結果を出してるでしょ。このままだと彼女たちのモチベーションにも影響するわ。見直す余地は十分あると思う。わかりました。もう一度検討してみます。悪いけど頼むわね、サキ。まったく、いぶきは元陸上部だからどうしても運動部に甘いんだよね。そんなことないわ。私はみんなの頑張りを公平に評価してあげたいだけよ。あれ、そういえば父さんは？トアなら学園内の見回りに行ってるけど。とか言って、どうせとわのことだから仕事サボるのが目的でしょ。見回りも大事な仕事よ。まあ学園内でそうそう問題が起きるとは思えないけどね。どうしたのとは、びっくりするじゃない。バスケ部と美術部が揉めてるの。バスケ部と美術部が？どういうこと？説明は後。とにかく一緒に来て。やめなさい、部長同士で。一体何があったの？事情は分かった。ただ部長同士が揉めるようなことなの？その辺にしようよ。関係ない生徒も見てるんだしさ。確かに運動部の予算については私も懸念していたところなの。この問題は生徒会にも責任があるわ。だから今日はお互い水に流してくれない？ありがとう。話がまとまったらちゃんと伝えるからね。よかった。二人とも収まってくれてびっくりした。ほんと世話が焼けるな。トワは何もしてないでしょ。さきちゃん、大丈夫？落ち着いた？大丈夫。前はそこまで対立してなかったけど、ここ最近運動部が力をつけてきたことで少し変わったのかもね。私たちが思っていた以上に深刻な問題だったんですね。でもこれではっきりしたわ。現状を変えるには予算を見直して運動部の不満を改善するしかない。だからもう一度予算の配分案を考えましょう、サキ。待って、本当にそれでいいの？どういうこと？そんな簡単な話じゃないと思うよ。いぶきの考えは甘すぎる。でもあの現場を見た以上予算の見直しは必要でしょ？さ、見直すって言っても文化部の予算だって簡単には減らせないよ。限られた予算を運動部に回すってことは文化部の予算を削るってことになるよね。だけど運動部だってそれに見合うだけの実績を積んでるわ。実績で言うなら文化部の方が表彰される数もメディアに取り上げられる回数も多いでしょ。
文化部の予算を減らすことは洋馬学園の強みを削るってことになるんだよ。分かってるの？二人とも。確かにノアの言い分もわかるわ。だけど私は自分の公約を果たしたいの。公約？洋馬学園を世界一の学園と呼ばれるようにしてみせるという公約よ。そのためには文化部という強みだけでなく運動部も含めた全体の底上げが必要だと思う。そんなの時間がいくらあっても足りないよ。私たちの代でできることじゃないでしょ。やってみなくちゃわからないじゃない。どうしよう、父さん。あれ、父さん。鼻毛終わった？何お菓子食べてるのよ。ごめん。でもさ、今日はもう遅いし、話はまた明日にしない？はぁ、話す気が失せちゃったよ。私はもう帰る。私も今日は先に帰るね。二人ともまた明日。じゃあ、私たちも帰ろっか。いやー、大変なことになっちゃったね。伊吹さんとノアさん、大丈夫かな？心配しすぎだって。あの二人ならきっと大丈夫だよ。私、ちょっと昔のことを思い出した。昔のこと？私たちが出会って間もない頃、フォトンメイデンのリーダーを誰がやるのかみんなで話し合った時のこと。そういえば確か。さき、ストレッチは終わった？はい、伊吹さん。どうかしたの？もしかして緊張してる？少し。伊吹さんとはペアでレッスンしてたけど、4人揃って練習するのは初めてだから。まあ、確かにあの二人のことはまだよくわからないものね。伊吹さんはダンスが上手だけど、私は DJ の経験も浅いから、あの二人にどう思われてるか不安で。大丈夫よ。私たちは競争相手じゃなくて、お互いに助け合っていく仲間なんだから、比べる必要なんてないわ。伊吹さん。余計な心配をするより、今はレッスンに集中しましょう。そうすれば自然と分かり合えてくるはずだからね。はい、そうですね。頑張ります。ねえノア、あの二人こっちを見てるよ。それがどうかしたの？もしかして私たちのこと足手まといだと思ってないかな？何それ。なんでそう思うのよ。だってあの二人オーラがすごいんだもん。さきちゃんは不思議系でめちゃくちゃ可愛いし、新島さんは運動神経良くて凛々しいし。まあ確かにさきちゃんの可愛さは認めるけど、いくらなんでもビビりすぎなんじゃない？ノアは何とも思ってないの？私が興味あるのは誰がこのユニットのリーダーになるのかってことよ。意外。ノアってリーダーになりたいんだ。別に目立ちたいからじゃないよ。でもリーダーになれば発言力がつくでしょ。フォトンメイデンというユニットで私の世界観を表現するにはリーダーの役割が必要ってだけ。よくわかんないけど野望があるんだね。さきちゃんは確かに可愛いけど、リーダーとしてみんなを引っ張っていくタイプじゃない。となれば私のライバルになるのは元陸上部でキャプテンを務めた新島さんただ一人。オーディションでの総合評価は私の方が上だけど、決して油断はできない相手だよ。なるほど。私のこと無視してない？当たり前でしょ。
トアとペアを組んだせいでここ数日私がどれだけ苦労したと思ってるの？遅刻するわ、歌詞も振りも忘れるわ。トアがリーダーになったらこのユニットは終わりだよ。ひどい。マネージャーさん。大事な話って？私に？新島さんがリーダー？私をリーダーに？でも私は。いえ、そういうわけじゃ。ちょっといいですか？どうしても新島さんじゃなければダメなんですか？新島さんが答えを渋っているということは自信がないということですよね。もし本人に自信がないのであれば私がリーダーやってもいいですか？ちょっと待ってください。プロデューサーに指名されたのは私ですから、リーダーは私がやります。指名されたからということは新島さん自身がリーダーをやりたいわけじゃないんだよね。私は自分から率先してユニットをまとめてくれる人がリーダーをやるべきだと思う。そうだな。さきちゃんはどう思う？私はお二人と会ってまだ日も浅いので、どちらがいいか今すぐには。そうだよね。私もまだ二人のことよくわかんないし。だからマネージャーが決めてください。てな感じだったっけ？私、あの時も何も言えなくて。しょうがないよ。いぶきもノアも似たとこあるからね。似たところ？頑固で意地っ張りなところ。私はもう慣れちゃったけどさ。トワさんはいつもマイペースだもんね。私だって言うときは言うよ。だけどあの二人は簡単には折れないからな。そうだよね。でもさ、私たちにだってできることはあると思うよ。私たちにできること？二人を見守るってこと。こういう時一人にしちゃいけないよ。ちょっと待って。何？今日は放課後のレッスンがない日でしょ？知ってるよ。ノアは放課後どうするの？私はちょっと野暮用があるの。野暮用？それって昨日のこと？週末に生徒会の予算会議があるでしょ？それまでに対策を練っておこうと思って。いぶきと仲直りするつもりないの？別に喧嘩してるわけじゃないよ。生徒会の一員としてやるべき仕事をしてるだけ。相変わらず素直じゃないな。で、どうするつもり？まずは実態調査だよ。いぶきにああ言った以上、私もクラブ活動の現実をしっかり把握しなくちゃ。まずはここだね。この教室は何部が使ってるの？オカルト研究会だよ。オカルト研究会？そんなのうちにあったの？まあ文化部の中でも一番予算が少ないし目立たないクラブだから知らなくて当然だよ。でもだからこそ文化部のリアルな実態がつかめると思う。大丈夫かな？
別に無理して付き合う必要ないんじゃない？私が勝手にやってることだし。いや、ついていく。それが私の使命だもん。使命？何それ？また変なこと言い出して。まあいいや、好きにしなさい。じゃあ入るよ。すみません、お邪魔しまーす。あれ？誰もいないよ。おかしいな。教室は間違ってないはずだけど。どこから声が？ええ、構いませんけど。どういう人たちなの？私たち生徒会のものでして、今各部活の実態調査を行っているんです。なんで知ってるの？もしかして噂が広まってるとか？なんでそんな怪しそうな言い方を。今何か困っていることはありませんか？例えば予算が少ないとか。怪しい場所？それってどんなところ？予算削っといて正解だったかも。調査のご協力ありがとうございました。今日のところはこの辺で。こんにちは。あれ？あなたはアビスメアの。え？なんであなたたちがここに？まさか私がオカルト研究会の人たちと仲良くしているのを知って調べに来たとか？きっとそうだ。私なんかも友達を作ったり楽しそうな学園生活を送ったりしてるから生徒会が取り締まりに来たんだ。ねえ、さっきからブツブツ一人で何言ってるの？かわいい。どうしたのノア？真っ赤に充血した瞳、小刻みに震える体、まるで生まれたてのウサギちゃんみたい。近寄らないで！待って、ウサギちゃん。ダメだありゃ。陸上部とテニス部の聞き込みは終わりと。悪いわね、放課後まで付き合ってもらって。伊吹さんも予算会議までに運動部の実態を調べておきたいんだよね。昨日は少し感情的になってたけど、ノアの言ってることも正しいと思う。だけど私が生徒会長になった以上、洋場学園の生徒全員を幸せにしたいから。その気持ちはよくわかるけど。理想論だと思ってるでしょ。そう思われてもいいよ。それでも私が最初に理想を捨てるわけにはいかないの。伊吹さんは何か考えがあるの？今は何も。でもみんなを幸せにする方法が必ずあるはず。私もそう思う。ありがとう。じゃあ次の調査に行こうか。いろんな部活が練習してるね。体育館を主に使ってるのはバスケ部とバレー部ね。あとは卓球部とバドミントン部も。あれ？伊吹さん、あそこにいるのって。ほら、もっと厳しくチェックいけ。そんなディフェンスじゃ相手に舐められるぞ。ベロニカ？ベ
ベロニカさん？なんだお前ら、何しに来た？何しにって、私たちは運動部の実態調査で来たんだけど。ベロニカさん、バスケ部に入ったんですか？ちげえよ。ちょっと練習覗きに来たらぬるいプレーやってたんで手本を見せてやったんだ。そしたらたまにでいいから練習に付き合ってほしいって言われてな。仕方なくこうして喝入れてやってんのさ。仕方なくって感じじゃなかったけどね。ベロニカさん、すごく生き生きしてた。そんなわけねえだろ。ただのお遊びだよ。んなことよりなんかの調査で来たんだろ。仕事しなくていいのかよ。実態調査のことね。今運動部が少ない予算でどうやりくりしてるのか率直な声を聞きたいと思って。私はたまにしか顔出さねえけど、こいつら結構ハングリーだしなかなか根性あると思うぜ。この学校は DJ ユニットばかり注目されてるけど、自分たちも負けたくないって気持ちがあんだろうな。うちはスポーツ特待生もいないけど、最近は大きな大会でも勝ち進めるようになったもんね。だけどな、もう少し予算増やしてやれよ。こいつらボールもボロボロなのに新しいの買う余裕もないんだぜ。確かによく見るとバレー部も卓球部もボロボロになった用具を使ってる。私が言うのもなんだけどよ、富の再分配ってあんだろ。貧しいやつを助けるのがお前らの役目なんじゃねえのか。驚いた。よくそんな言葉知ってるわね。勉強家なんだ。ちげえよ、たまたま授業で聞いたから覚えてただけだ。いつも寝てるのかと思ったらちゃんと授業聞いてたんだ。ベロニカさんって真面目。だからそうじゃねえって。ああ、わかった、すぐ行く。とにかくこいつら下手なりに頑張ってんだ。そこんとこ考えてやれよ。じゃあな。いい人なんだね。うん、そうね。やっぱり他の運動部も予算がない中でみんな工夫して頑張ってたね。ええ。だけどその頑張りに甘えるだけじゃダメだと思う。今のままじゃ上は目指せない。そのためにはまずノアを説得しなくちゃ。生徒会の意思を統一しないと話にならないわ。そういえば私昨日父さんと話していて思い出したことがあるんだ。思い出したこと？フォトンメイデンのリーダーを伊吹さんとノアさんどっちにするのか話した時のこと。私とノアが。そういえば確かあの時は。福島さん。新島さん？どうしてここに私がいるって分かったの？福島さん、いつもレッスンの前に本を読んでたでしょ？本に図書館のシールが貼ってあったからここかなって。そう。よく見てるんだね。少し外でお茶しない？二人でちゃんと話したこともなかったし。話って昨日のことだよね。うん。私たちのユニットのリーダーを誰にするのか少し話したいと思って。もちろん最後はみんなの意見を聞いて決めるけど、私たちの間に変なしこりは残したくないし。別にそんなことは気にしなくていいけど。福島さんはリーダーになってどうしたいの？何かやりたい理由があるんだよね。私は新しいことに挑戦するためにオーディションを受けたんだよ。このユニットで自分の世界を表現するために。だから
リーダーになるのが一番かなって。自分の世界ってどんな世界？それはかわいい世界。ごめん、よく聞こえなかったけど。とにかく私には表現したい世界があるの。理由はそれだけ。そっか、福島さんには叶えたい夢があるんだね。新島さんは何か理由ないの？プロデューサーさんに任された以外にさ。私は仲間と一緒に最高のユニットを作りたいから。最高のユニット？みんなで意見を出し合ってお互いを高め合える最高の仲間とユニットを。ちょっと待って、それって別に新島さんがリーダーにならなくてもできることだよね。それはそうだけど、私は自分の理想をしっかり持った人がリーダーをやるべきだと思うから。つまり自分にはそれだけの自信があるというわけね。だけどそれならどうしてすぐにリーダーを引き受けなかったの？それだけが気になるけど。それは私、昔陸上部でキャプテンをやっていた時も最高の仲間と一緒に高みを目指せると思ってたんだ。でも現実はみんなと同じ思いを共有してなくて、私一人だけが走っていたことに気づいたの。私はリーダーに向いてないのかもしれない。結局自己満足のためにやってたのかなって。なるほど。それで引き受けるのに躊躇があったというわけね。ええ、正直まだ自分でも本当にリーダーを務められる自信がないの。でもリーダーを譲るつもりはないんでしょ？それはどうして？最高の仲間に出会えたかもしれないから。どんなことでも言い合える最高の仲間がいるなら、もう一度自分を信じてみようって。最高の仲間って私たちのことだよね。だけどそのためには私のことを信じてもらうしかない。だから話をしに来たの。一つ質問していい？新島さんの理想って具体的にどういうもの？私の理想、自分だけじゃなくみんなで喜びを共有したいかな。あんまり具体的じゃないよね。私抽象的な話って苦手なの。ごめん、ちょっと言葉にするのが難しくて。でも確かにリーダーは新島さんの方が向いてるかもしれないな。え？私と新島さんじゃ見ている視点が違うもの。私には自分の表現したい世界があるけど、新島さんにはみんなで表現したい世界がある。そうでしょ？そうだと思う。じゃあどっちがフォトンメイデンというユニットを活かせるかって考えたら答えは明白だもの。悔しいけどプロデューサーやマネージャーの見る目は正しかったというわけね。どうしたの？急に黙っちゃって。いや、福島さんってすごいね。冷静だし、なんというか本当に頭がいいんだなって。別に子供の頃からこうだもの。そのせいで周りの子からは怖いって思われてたし。とにかくリーダーは新島さんに任せるわ。私は自分の世界を別のやり方で表現してみせるから。ありがとう、福島さん。それとどんなことでも言い合える仲間なら変な遠慮は必要ないと思うよ。どういうこと？私のことはノアって呼んでいいってこと。よろしくね、いぶき。確かに
あの時もノアと話して大事なことを教えてもらったな。大事なこと？やっぱりノアに私の考えを理解してもらわなくちゃね。私の理想とノアの現実、どちらも必要なものだから。伊吹さん。疲れた。文化部の実態はだいたい予想通りだったわね。あとはどうやって息吹を解き伏せるか。まったくもう、意地張ってないで伊吹のこと助けてあげたらいいのに。意地張ってるわけじゃないよ。私は私なりに息吹のこと助けてるの。どういうこと？必要なことはちゃんと言い合わなくちゃ。それが息吹の望んでることだから。じゃあさ、思いっきりやり合いなよ。私はセコンドで見守ってあげるからさ。言われなくてもそのつもりだよ。以上、私の考えた予算配分案です。やっぱりノアさんは文化部に予算を回した方がいいって考えなんですね。あくまでも目的は洋場を世界一の学校にすること。そのためには今の強みをさらに伸ばすことが目的達成までの最短ルートというのが私の考えよ。ふむふむ、なるほど。完璧に理解したわ。絶対分かってないでしょ。伊吹さんはどう思う？確かにノアの考えは理にかなってると思う。だけどそれで本当にみんなが幸せになれるかはわからないんじゃない？みんなが幸せになるなんて不可能だよ。誰かの成功は誰かの犠牲の上に成り立つんだから。それは現状の予算のままならということだよね。どういうこと？部活動の予算は学校側から提示された額から変えられないと思うけど。洋場学園の生徒会予算は学校側から提示された金額を私たちで話し合って配分している。それなら元々の予算を増やすことができれば状況は変わるはずよ。予算を増やすって、そんなの不可能に決まってるでしょ。いいえ、可能よ。ノアの協力さえあればね。私の協力があれば？ええ、学校側に新しい予算計画の申告書を提出するわ。もしかして情に訴えて予算を増やしてもらうつもり？ちゃんと予算を増やしてもらうだけの理由があるわ。どんな理由ですか？私たちはアメリカの D4 フェスに参加してアビスメアと互角に渡り合った。あのライブは世界中に配信され、私たち洋場学園の生徒は注目を集めてるはず。まあアビスメアだって転校してきたし、今一番注目を浴びてる学校なのは確かだよね。だからより高いレベルを求める新入生が洋場学園を目指して入ってくることも間違いない。確かに DJ を目指す子たちは増えると思うけど、それと部活動の予算は関係ないでしょ。だけど私たちだってまだ頂点を極めたわけじゃない。今はまだその途中だから、そのための追加予算を学校側にお願いするの。洋場学園が世界一になるための先行投資というわけね。なるほど。私たちがスケールアップすることを条件に予算をもらって、その資金を部活に回すってことか。そう、つまり富の再分配よ。どういうこと？後で説明しますね、とわさん。伊吹の言いたいことは分かったけど、結局学校側が私たちの可能性を信じてくれないと意味ないでしょ。理想論だけじゃ世の中は動かない。人を動かすにはちゃんと現実的な説得力がなくちゃ。だからこそノアの協力が必要なのよ。え？ねえ、昔
ボトンメイデンのリーダーを決めるために2人で話したことを覚えてる？覚えてるけど。あの時ノアが言ったよね。私とノアじゃ見ている視点が違うって。確かに私は理想を追いかけすぎてるのかもしれない。だけど理想がなければ人はついてこないと思う。私の理想もノアの現実もどっちも必要なのよ。だからつまり伊吹の理想を学校側に通すための提案資料を私に作れってこと？やってくれる？学校側を動かすのは簡単じゃないよ。それでもやるつもり？みんなが幸せになるためだもの。きっと分かってもらえるわ。ほんと無茶言うよね、伊吹は。でもそんな無茶に付き合ってあげられるのも私たちくらいしかいないか。今から予算計画書を作り直すよ。悪いけどさきちゃん手伝ってくれる？今からですか？時間がないからね。すぐに草案を作るから必要なデータの資料集めを頼みたいの。はい、わかりました。ありがとうノア。礼を言うのはまだ早いよ。伊吹にはこれからやってもらうことがたくさん。何笑ってるの？別に。ただノアってなんだかんだ伊吹に甘いなと思って。そんなつもりは。でも確かに伊吹のまっすぐな目で頼まれると断れないんだよね、私。本人に自覚ないのが腹立つけど、まったく。バスケ部だけじゃなくて運動部全体で去年より予算を増やすことになったんだよ。これは運動部だけじゃなくて洋馬学園がさらに大きくなるために必要な投資だと伝えただけよ。だからあなたたちには今まで以上に頑張ってもらわないとね。まあそれは文化部も同じだけど。その通りだよ。私たち生徒会はお手伝いすることしかできないけど、困ったことがあったら何でも言って、相談に乗るから。美術部も理解してくれたし、結果的には伊吹の目論見通りになったってとこかな。ノアの作った資料のおかげよ。まさか一発で会議を通るなんて思いもしなかった。それだけ私たちが DJ として成果を出してきたってことじゃない？学校側も無視できないでしょ。それより私たちも覚悟を決めないとね。世界一の学園になることを条件にしたんだから。あら、ノアは私の公約信じてなかったの？私には最高の仲間がいるんだからきっとできるよ。相変わらず抽象的ね。そういうの苦手なんだけど。それでもノアはいつも私のそばにいてくれるって信じてるから何も心配してないわ。私のこと信用しすぎだよ、伊吹は。そうかもね。心配いらなかったでしょ？やっぱり二人ともお互いのことを認め合ってるんだね。でも素直じゃないからほんと世話がかかるんだよね。とわさんもね。なんか言った？なんでもない。じゃあ私たちも帰ろうか。